H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を生きている人間は生老病死という現実から逃れることができない運命にあります。でも、知っていますか？経験豊富なエチケットコンサルタントは、葬儀場で決してやってはいけない5つの禁止事項があり、そのうち最後の2つは特に重要であると教えてくれました。彼は次の5つのタブーを教えてくれました。まず、子供と高齢者は遺体安置所に入ることを避けるべきです。子供や高齢者は磁場が比較的弱いため、その影響を受けやすくなります。次に、その場で自分や友達のフルネームを大声で叫ばないでください。尾行されやすいためです。これは個人を敬う方法です。第3に、葬儀場内を歩き回ったり遊んだりしないでください。そのような行為は個人への敬意を欠いています。参加者は厳粛かつ厳粛な態度を保つ必要があります。第4に、他人の写真を前にして、容姿や体型をからかうなど無責任な発言をしてはなりません。これは個人に対して失礼であり、遺族の感情を傷つけるような言葉は避けるべきです。最後に NG なのは、葬儀場を出た後、すぐに帰宅しないことです。それは単に不運の影響を受けやすいだけではなく、不運に汚染されている可能性があるからでもあります。彼は注目を集めて自分を清めるために出発後に散歩に出かけることを提案しました。これらの推奨事項は葬儀場だけでなく墓地などの環境にも当てはまります。このような場においては厳粛な態度を保ち、個人やご遺族の気持ちを尊重し、不適切な言動を慎むことが求められます。エチケットコンサルタントの経験は、生と死のサイクルには文化的、社会的微妙な点があり、個人に接する際には敬意と注意が必要であることを教えてくれます。これは死者への敬意だけでなく、生者の魂への慰めでもあります。夕方、緊急治療室の医官の緊急事態への対応を手伝い、病棟に戻ると、遺体安置所の近くで患者の家族が大声で叫んでいた。急いで現場に向かうと、遺体安置所で家族が個人に語りかけるようにフルネームで叫んでいるのを発見した。これは明らかなエチケット違反だと私は気づきましたが、彼はまだふざけて体を揺さぶっていました。私は前に出て、静かに威厳を保ち、個人や他の患者の家族の感情を尊重するよう彼を説得しました。しかし、この家族は明らかに私の注意を無視し、騒ぎ続けました。これは葬儀者のタブーの一つに違反していると思い、一抹の不安を感じずにはいられませんでした。数日後、病院では、その騒々しい家族がその夜帰宅後、次々と不幸に見舞われたという噂が流れた。突然の体調不良に見舞われ、一晩中眠れなかったという。さらに驚くべきことに、家の電気が点滅したり、時々奇妙な音が聞こえたりするなど、奇妙な出来事が次々と起こるようになったのです。これらすべてが彼をパニックに陥らせた。この噂を聞いたとき、私は疑問を感じずにはいられませんでした。おそらく葬儀場での彼の無礼な行為が超自然的な力を引き寄せたのかもしれない。この噂を聞いてから私はより慎重になりました。個人とその家族の感情を尊重することは、病院で働く私にとって重要な原則になりました。トロー王は語り続けました。この話は単なる逸話かもしれませんが、個人に接する際には敬意と尊厳が必要であることを強調しています。一部の文化では、個人を軽視すると悪いことが起こる可能性があると考えられており、これは警告にもなっています。軍病院であろうと、葬儀場であろうと、その他の場であろうと、生と死は慎重かつ敬意を持って扱われるべきです。と、その人影は突然ナースステーションのドアの前で立ち止まった。私たちの何人かは思わず笑いを止めてドアの方を見た。人影はぼやけていて、弱い光でぼんやりとした人影しか見えなかった。研修医は立ち上がり、ドアの方へ歩いていき、どうしたの？と尋ねたがその人は黙ったかのように何も言わなかった。心に奇妙な感覚があり、言いようのない憂鬱な気持ちになります。バースステーションは照明が暗くて異様な雰囲気でした。
唖然としていると、その人影は突然ふわりと浮かび上がり、廊下の突き当たりに消えた。私たちは皆、まるで奇妙な静かな出会いを経験したかのように、顔をしかめずにはいられませんでした。研修医は少し不安そうな目で私たちを見つめた。看護師のアガさんが突然冷静になり、おそらく銃を飲み込んだ兄弟の魂はまだ眠っていないのでしょう。と言うと誰もが思わず身震いした。私たちが沈黙に陥った時、突然病棟のナースのベルが鳴りました。看護師たちは急いでナースステーションを出て病棟へ向かい、そこにいた研修医と私は言葉を失いました。この奇妙な夜は当院の伝説となりました。もしかしたらそれは単なる偶然だったのかもしれないし、あるいは個人の落ち着かない魂が病院に奇妙な痕跡を残したのかもしれません。それ以来、私たちは軍事病棟での仕事にさらに慎重になり、個人を尊重することが私たち一人一人の暗黙の了解になりました。夜汽笛は夜になるとより神秘的になり、人々に生と死の循環の神秘について考えさせます。静かな夜にナースのベルが鳴り響き、病棟の静けさを破った。このような瞬間は常に少し緊張するものなので、看護師たちは少し困惑しながら顔を見合わせました。病院にいる正規軍人として私も少し不安を感じました。看護師たちはためらい、お互いに無言の躊躇を伝えているようだった。私の特別な立場のため、彼らは最終的に調整兵士のアヘに検査に行かせることにしました。アヘは経験豊富な軍医で、様々な緊急事態にうまく対処します。彼は病棟にまっすぐ歩いていき、私たちは静かに彼の消息を待ちました。その短い数分間では時間が引き延ばされているように感じられ、一秒一秒が人々に不安を感じさせました。最後に、彼は病棟から出てきて、笑顔で私たちにこう言いました。皆さん大丈夫です。その穏やかな口調に私たちは安堵のため息をつきました。ナースのベルが鳴ったのは、その患者が簡単なケアを必要としていたからであり、おそらく位置を調整したり、寝具を交換したり、あるいはいくつかの軽度の生理学的問題を抱えていたりする必要があったからであることが判明した。大したことはなかったので、私たちは皆安堵のため息をつきました。病院チームの暗黙の理解と協力を感じた場面でした。誰もが異なる役割を果たしますが、重要な瞬間には互いに助け合い、様々な緊急事態に共同で対応することができます。夜は常に未知と謎に満ちていますが、このチームでは私たちはお互いを信頼しているので、仕事はより安全になります。アヘの知らせで病棟は再び静かになった。看護師たちは仕事に戻り、私は夜の巡回に戻りました。この夜のエピソードを聞いて、医療チームの団結と協力についてより深く理解できるようになり、夜間の仕事もより快適になりました。もしかしたら今気づかずに手の位置を調整し損ねてしまったのかもしれません。大きな手は音もなく横からぬめり、病院のベッドの横に重く着地した。まさにその瞬間、彼の手は病院のベッドの近くに落ち、ナースのベルに軽く触れ、パリパリとした音を立てた。その時私の心には疑念が湧き上がり、本当にそんな偶然があり得るのだろうかと信じられない気持ちで思いました。落ちた手は着地と同時にバースベルを叩き、病棟全体が異様な雰囲気に包まれた。病棟に立って患者の手を見ていると、隣にいた看護師も怪訝な表情を浮かべた。まるで超自然的な力が働いているかのように、すべてが奇妙に思えました。病院のベッドの横のナーベルがしばらく静まり、私たちの思考も徐々に落ち着いていきました。おそらくそれは単なる偶然であり、合理的に説明できない奇妙な瞬間だったのかもしれません。しかし、この静かな夜、私たちはこれらすべてによって残された疑惑に必然的に悩まされます。おそらく、従来の考え方では説明できないものもあります。病院という特殊な環境では、時折、言葉では言い表せないような奇妙な出来事が起こり、人々は考えさせられます。いずれにせよ、
この一瞬の経験は私たちの夜勤の合間に、私たちに生と死、従前、そして超常現象についてより深く考えるようになりました。その瞬間、医師も看護師も頭皮が痺れて、まるで言葉では言い表せない異常な何かを感じたかのようでした。その雰囲気の中で、私は突然言い知れぬ不安を覚え、彼らとの会話を早めに切り上げて部屋に戻ることにした。部屋に戻り、シャワーを浴びて眠ろうとした時、突然開花から悲鳴が聞こえました。私は立ち止まって注意深く耳を傾けずにはいられませんでした。その叫び、声にはパニックや緊急の感情が含まれているようで、私は不安を感じました。私は急いで窓に行き、カーテンを通して開花を覗きました。廊下には多くの人が集まり、急いで走る人もいれば、恐怖のあまりある方向を見つめる人もいた。私は不思議に思わずにはいられず、一連の疑問が頭の中に浮かびました。どうしたの？なぜこんなに多くの人が叫んでいるのでしょうか？私は迷わず服を着て足早に部屋を出ました。開花で少しパニックになった様子の医師に会いました。私は思わず尋ねました。何が起こったのですか？なぜ開花でそんなに悲鳴が上がっているのですか？医師は難しい反応を示した。今病棟で何か異常なことが起こりました。何人かの患者は奇妙なことを経験したようです。誰もが不気味で何かがおかしいと感じました。この説明を聞いて私の不安はさらに深まりました。おそらく今の奇妙な瞬間は偶然ではなく、開花で起こったことと何らかの関係があるのでしょう。私は不安を感じ、何が異常な状況に陥ったのかを知るために病棟の方向に歩いてみることにしました。私はすぐに階段を駆け下り、開花の医療スタッフと合流し、病棟内の異常な状況に対処できるように私をサポートしようとしました。私たちは病棟の入り口に急いで向かい、脇に隠れていた看護師や医師と共に、誰もいないナースステーションの向こう側で衝撃的な光景を目にしました。病棟内には異様な雰囲気が漂い、患者たちの様子も異常なようだった。ベッドに横たわり、目がパニックに陥り、絶えず震えている人もいれば、目に見えない何かとコミュニケーションをとっているかのように、低い声でつぶやき続けている人もいました。現場全体は非常に混乱しており、医療スタッフは何をすればよいのか困惑しているようだった。目の前の光景に、まるで本能的なカタルシスのように、私は大声で叫びました。突然の混乱に、私は不安と疑問でいっぱいでした。どうしてそうなった？病院内で起きたこれまでの奇妙な気配や悲鳴は、目の前の光景と何らかの関係があるのだろうか？私の叫び、声で目覚めた他の人たちは病棟に駆けつけ、混乱に加わりました。まるで何か目に見えない力に包まれたかのように、病棟全体が突然騒がしくなり、混沌とした状態になった。この異常な夜、医療スタッフは異常な検査に直面し、私はこの理解できないパニックに陥っていました。軍事病棟の兵士はこの異様な光景を見て完全にショックを受け、急いで部屋のドアをしっかりと閉めた。廊下でアヘさんは遺体を運んでいたが、その表情は極度の恐怖に変わり、叫び、声を上げてもがいていた。そして、その体はエイヒーの首をしっかりと握りしめて離そうとせず、エイヒーはそれを取り除くことができなくなりました。この混沌とした現場に、私が滞在していた特別養護老人ホーム病棟の夜勤看護師、マザー・タンさんも駆けつけてくれた。この光景を見たタンさんの母親は、迷わず看護ステーションからほうきを手に取り、後頭部に大きな穴が開いた体をアヘさんの背中から押し落とした。その後、彼女はほうきを使って自分の体の下に体を押し付け、体を覆うための清潔なシートを持ってくるように他の人に急いで求めた。それを覆った後、タンの母親は振り返って怯えたアヘを見た。彼女はすぐに看護ステーションにある塩を使って給水器からの冷水と温水を混ぜて飲用水にし、アーヘに飲ませました。彼はとても怖かったので独り言を言い続けていました。そして私たちは皆彼に何が起こったのか尋ねました。
取り調べが行われている間、当番の警備員も駆けつけて状況を確認した。この時、アヘは突然震え始め、この突然の恐ろしい光景に完全に怯え始めました。看護病棟全体が混乱に陥り、医療スタッフは何が起こったのか解明するのに忙しかった。このビジョンにより、私たちはこの一連の超自然的な出来事に対して非常に動揺し、理解できなくなりました。タンさんの母親の決断力と冷静さは現場全体に秩序をもたらしたが、病棟のアヘさんは依然として深いショックを受けていた。何が起こったのか、A 氏が遭遇した信じられない光景が明らかになりました。アヘさんは休むために部屋に戻るつもりだったが、病棟の前を通りかかった時、ドアがわずかに開いていることに気づいた。彼は明らかに手をベッドに戻してドアを閉めたのですが、今度はまた手をベッドのそばにぶら下げていることに気づきました。彼はびっくりして、混乱してよく見ると、またベッドに手が落ちていることに気づきました。この奇妙な状況に直面して、彼は再び病棟に入ることを決心し、ベッドに手を戻し、白い布で覆い、楽しすぎますか？あまり行きすぎないでください。と冗談を言いました。そう言って彼は振り返って立ち去ったが、その時、奇妙な音が聞こえた。彼はすぐに振り向くと、体が起き上がっていることに気づきました。ショックを受けた瞬間、遺体が彼の後ろに突進し、首を引っ掛けて離そうとしなかった。彼は懸命にもがきましたが、突然の圧迫感を取り除くことができませんでした。その場面全体が起こり、私たち全員がこの異常な場面を目撃しました。その後、警備員は他の4人の医療隊員に助けに来て遺体を病棟に戻すよう通知した。病棟全体が重苦しい雰囲気に包まれ、医療スタッフは深いショックと混乱に陥った。この一連の出来事は現実の限界を突破したようで、理解を超えています。そして、アヘさんの経験は、この夜、病院内のすべてが異常になったことを私たちに深く認識させました。しかし、治療兵は誰も近づこうとはしませんでしたが、父さんの母親は、もう大丈夫、心配しないでください、と力強く言い、父さんの母親の励ましを受けて、4人の治療兵は全力で念仏を唱えました。勇気を出して体全体を使ってカバーシートを巻き、慎重に病棟に戻しました。任務を終えた後、彼らはすぐに病棟に戻り、翌日警備員がこの事件を報告した。しかし、上司はこの件を秘密にし、公表しないことに決めました。葬儀には指導参事官とトン教兄弟の部隊の兵士4人も駆けつけ、家族も来て感謝の気持ちを表すために赤い封筒を手渡した。状況を落ち着かせるため、上層部は特別に魔術師を病院に招き、儀式を執り行った。その夜、その光景を目撃した人は皆、この超自然的な出来事の広範囲にわたる影響に衝撃を受けました。彼はこの一連の経験に非常に恐怖を感じ、すぐに返金を申請しました。ある日、私はなぜママタンがそれに対処する方法を知っているのかと尋ねたところ、他の介護者はママタンの夫は魔術師であり、彼女は超自然的な出来事に対処するいくつかの小さな方法を自然に知っていたことが判明したと明らかにしました。タンさんの母親自身も、当時はとても怖かったと認めたが、これらはほんの些細なトリックに過ぎないと主張した。この事件の謎とタンの母親の超自然的な領域についての知識により、私は病院での知られざる出来事にさらに興味を持ちました。彼女は夫から、座っている人に出会ったら、ほうきの匂いが強烈なので、ほうきで押し倒さなければならない、と聞いたことがある。そのため、不運な人の中には、ほうき星、と呼ばれる人もいます。この状況を前に、それを抑えるには、ほうきだけが十分な力を持っています。タンさんの母親は、この治療法を初めて試みたが、予想外にそれが実際に効果があることが分かった。塩入りの飲用水については、簡単な邪気払いの方法であり、完全に解決するわけではありませんが、当時は一定の役割を果たしていました。病院でのこの奇妙な出来事から半年が経ちましたが、アーヘイは正常に戻っていないと聞きました。
このことから、この筋肉の反応が死後の何らかの現象に関係しているのではないかという疑問が生まれました。しかし、私はいつも理解するのが難しいと感じます。兄がアヘに憑依して勝手に支えているのではないかと推測した。したがって、私が皆さんにアドバイスできるのは、これらの現象が存在することを信じ、個人を尊重し、あまり厳格に考えないようにすることだけです。兵士であることに関して言えば、私には別の経験があります。これは私が軍を去ってからかなり経ってから起こりました。夢の中で私が兵士だった頃に知っていた仲間の兵士に会った。私たちは訓練センターで会い、私が軍隊を去るまで連絡を取り合いました。その後、彼は軍隊を離れ、上海で働きました。夢の中で彼はまだ背が高く、力強く、メガネをかけ、穏やかで身長が180センチを超えていました。夢の中で彼と私たちは一緒に晴天港や東北角など、よく一緒に遊んだ場所を訪れました。私たちが別れを告げるとき、彼は車に座って私にこう言いました。あなたが女性だったらよかった、ね。自分を大切にしなさい。そして笑顔で去っていきました。目が覚めた時、私は少し変な気分になりましたが、彼は近所会にいて、妻と娘と一緒に幸せな生活を送っているはずだと自分を慰めました。ところが数日後、母から電話があり、家に手紙があるので、直接取りに行くようにと言われました。帰宅後、母は軍隊時代に同じはしごだった兄の自宅住所が記された手紙を私に手渡しました。手紙には、部屋を片付けている時に机の引き出しから手紙、写真、死亡記事が見つかったと書かれていた。死亡記事を開いてみると、同級生の名前が書かれていました。そしてその手紙は彼が私に宛てて書いたものであることが判明しましたが、彼はそれを送りませんでした。封筒を開けると、こう書いてありました。今午前1時半です。私は警備中で何もすることがないので、あなたに手紙を書きました。夜は美しく、星空は軽く、空の星とかすかな天の川がくっきりと見えます。遠くの海には漁船が見えます。ライトが明かり、漁の様子は海面がキラキラと輝いています。美しい夜景をぜひお楽しみください。私と一緒に。私はあなたがとても好きです。あなたが女の子だったら素晴らしいでしょう。私の母も私に言いました。母もあなたのことがとても好きです。夕方、退屈したら電話してチャットしてください。そうでなければ私はあなたをとても好きです。電話してもいいよ。来月休暇で台湾に帰るからまた一緒に遊びましょう。忘れずに待っていてね。送られなかった手紙と彼との写真を読んだ後私は心の中で穏やかな気持ちになりました。しかし、告別式中、過去の情景が次々と脳裏に浮かび上がり、思わず涙してしまいました。終わってから奥さんに聞いてみると、彼は交通事故で亡くなったので、台湾に連れて帰る前に火葬する必要があることが分かりました。この突然の別れに、私は人生の儚さと無情を感じ、個人への思いに深く浸りました。したがって、直接追悼することはできず、記念写真に頼るしかありません。旅の仲間たちには、夢になる会いに来てくれて、家を離れていた私を見つけてくれて、また遊びに連れて行ってくれて、温かいお別れをしてくれて、ありがとうとしか言えません。あの世でのご多幸をお祈り申し上げます。話は終わった。実はその当事者と亡き同僚は、除隊後も曖昧な関係だったが、ただその一歩を踏み出す勇気がなかっただけだ。したがって、老王は皆さんに、たった数十年の人生に後悔を残さないように警告したいと思います。笑いたい時は笑い、泣きたい時は泣き、愛すべき時は勇敢に愛してください。自分の持っているもの、特に周りの人や物を大切にする、それが何よりも大切な幸せです。今日の話はここまでです。みんながもっともっとよく生きて、もっと幸せになれることを願っています。また、次回。